どうもこんにちは、わくぼりです。今回は特殊な彫刻刀について紹介していきたいと思います。以前アップした動画で彫刻刀はよく使うものから購入するべきだという動画を上げましたが、それとは逆に特殊な状況ですごい便利な彫刻刀というものも存在します。中には便利すぎて使っていると技術が上がらないから購入するのは禁止と言われている彫刻刀もありました。次にどんな彫刻刀を買おうか考えている方の参考になればと思うので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきます。まず最初に紹介するのはこちら、裏丸です。裏丸がどういう彫刻刀かというと、こういう風に刃表が、丸く反っている彫刻刀。これが裏丸になります。一般的なよくある丸刀は刃表が膨らんでいる、そういう丸刀になります。この普通の丸刀と裏丸、使い方はどう違うかというと、以前、刃表と刃裏の性質の違いという動画を上げましたが、丸刀がすくい上げる使い方をするとすれば、裏丸はまっすぐつく彫刻刀になります。例えばですけど、こういう台をきれいに鳴らしたいとき、裏丸だとこうやってついて使うととても早くきれいに平らにすることができます。これ平刀ではダメなのかというと、こうやってついた時に削ったところ、境界線のところがこう線でへこんでしまいます。それがこういう風にわずかでも反った裏丸だとこういう風にならずに、境界が後にならずに削ることができます。これはすごい便利です。はい、次の彫刻刀はこちら、高丸に研いだ小刀です。で、これは、彫刻刀の専門店にもおそらく売ってはいないんじゃないかなと思います。というのは、これはこういうよく見る普通の印刀、小刀をこういう形に自分で研いだものです。で、これどういう時に使うと便利かというと、例えばこの、カーブしているところ、こういうところを削るときにだんだんこうやって、角度を調整して削るところ、こういうのは、こういう高丸の小刀で削るのすごい便利です。あとこういう風に刻みを入れるとき、まっすぐ引いてこういう風に V の字を入れるとき、直線だとこういう平らな小刀の方がやりやすいですが、こういうカーブに、刻みを入れなくちゃいけないとき、これは、こういう風な高丸な小刀の方がやりやすいと僕は思っています。で、この高丸の小刀によく似た彫刻刀があります。それがこれ、栗小刀です。で、高丸の小刀と栗小刀、何が違うかというと、研ぎ方が違います。比べてみると、高丸の小刀、先端がカーブしていて、その下は、研いでいません。栗小刀の方は、先端からこの部分まで、全部刃物として使えるまで研いであります。はい。なので、高丸の小刀と栗小刀では若干使い方も違います。高丸の小刀だと、この先端の丸みを生かした使い方などをしますが、栗小刀の方は、この薄さ、そしてこの長さを使って、こういう腕と体の間の細いところ、こういうところの仕上げをするときに使います。例えば、それ以外だとこういう指の間の仕上げ、指を細めるときにあまり、刃の幅があると、邪魔なので、そういうところにも便利です。はい、これが栗小刀。で、もう一つ似ている、これの派生の彫刻刀として、栗小刀の曲がりっていうのもあります。はい、これどういうところに使うかというと、次の彫刻刀はこちらになります。これは特に名前があるものではなくて、知り合いの、彫刻刀を作っている金属加工の職人さんが作ってくれたものになります。特徴はこの三味線や琴を弾く弁のような形と、あとはこの薄さ。使う時の特徴は、ここが角張っているので、平刀よりも刻みが入れやすいっていうことがまず一つ。小刀のように使えるということ。でも先端はこの平刀のようなものなので、平刀としてもちゃんと使える。あとこの薄さを生かして、普通の平刀だったら、うまく削れているのかどうかが感覚でしかつかめないようなところでも、ある程度ですけど見ながら使える。この薄さがないと削れないところもあるので、これ持ってると実はすごい便利です。はい、それでは最後に紹介するのはこちらになります。箱のみです。最初に言った工房に禁止されていた便利すぎる、チート級の
彫刻刀、これが箱のみになります。特徴は、この平らな部分と角の部分が曲がっている、箱のようになっている彫刻刀だから箱のみっていうんだと思うんですが、実際に使ってみるとなるほど確かに便利です。で、どう便利かというと、はい、例えばこういう風に赤い部分だけ斜めに削りたいとします。この時箱のみがなかったら平刀とかで繊維を断ち切って、でその後に丸刀とかで斜めに落とす。でその後にもし平らにする必要があるんだったら平刀で改めて平らにし直すっていう、こういう、めんどくさい工程が必要になります。それが、箱のみがあれば最初からこういう風に、斜めに削っていくことができます。でここを平らにしたいんであれば、これを平刀のように使うこともできる。この箱のみ持っていると、特に荒彫りの段階ですごい便利です。いろんなのみの使い方を覚えるっていう意味で箱のみあえて禁止にしてたんだと思います。はい、ということで今回は特殊な刃先の彫刻刀を紹介しました。特殊なものなのであまり馴染みがなかったりとか、手に取ってみたことがなかったりとかすると思いますが、使ってみるととても便利な彫刻刀なので、次何買おうか考えているという時は参考にしていただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。